皆さんこんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。私はエリです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。私の話が全部わからなくても大丈夫です。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。さて、今日の話題はコーヒーです。皆さんはコーヒーは好きですか？一日にどれくらいコーヒーを飲みますか？私はコーヒーは飲みません。というか、コーヒーが飲めません。なぜかというと、私はコーヒーを飲むと眠れなくなります。そして時々コーヒーを飲むと頭が痛くなってしまいます。朝コーヒーを飲んだとしても眠れなくなります。コーヒーを少しだけ飲んでも眠れなくなります。昔は平気でした。でも数年前からコーヒーが全くダメになりました。数年前から私はコーヒーが全く飲めなくなりました。なぜでしょう？どうしてかな？多分コーヒーのカフェインが私の体質に合わないんだと思います。多分コーヒーのカフェインは私の体に合わないのだと思います。コーヒーの香りや苦味は割と好きなんですけどね。でも飲めないんです。残念です。でもたまにコーヒーが飲みたいなと思って少しだけ飲みます。だけどやっぱり夜眠れなくなります。そして飲まなきゃよかったと後悔します。昔はたまに飲んでいました。私には忘れられないコーヒーの思い出があります。もう10年以上前の話です。ある時に飲んだコーヒーがとても美味しかったです。その話をします。そのコーヒーは私の知人が入れてくれたものでした。知人は知り合いという意味です。知人は友達ではないけど何回か会ったことがある人です。その私の知人は男性です。当時彼はコーヒーの勉強を始めたばかりでした。彼は初めてコーヒー豆の専門店で豆を買いました。専門店はある分野の商品しか売っていないお店です。例えばコーヒー豆の専門店。コーヒー豆の専門店はコーヒー豆しか売っていません。そのお店はコーヒー豆だけ売っています。チョコレートの専門店。そのお店はチョコレートだけ売っています。そのお店はチョコレート以外は売っていません。
おにぎり専門店。そのお店はおにぎりしか売っていません。日本にはいろいろな専門店があります。専門店。ぜひ覚えておくといい言葉です。話を戻します。彼はコーヒー豆の専門店で高級なコーヒー豆を買いました。高級なは値段が高くて質がいいという意味です。彼はお店で値段が高くていいコーヒー豆を買いました。彼はそのコーヒー豆をひいて私にコーヒーを入れてくれました。豆をひく。豆をひくは豆を粉にするという意味です。失礼しました。今の音はインターフォンの音です。さっき近所の人が私の家を訪ねてきました。その人が私の家の玄関のインターフォンを押しました。その音がしました。ちなみに日本語ではインターフォンを呼び鈴と呼ぶことがあります。あと、この音を日本人はピンポンと呼ぶことがあります。だから、インターホンの音がしたときに、ピンポン鳴ったよとか、あれ今ピンポンの音聞こえなかったとか、そんな風に言うこともあります。覚えなくても大丈夫です。でも、これがリアルな日本語です。話を戻します。私の知人が私にコーヒーを入れてくれました。そのコーヒーを飲んだ時にとても苦いなと感じました。でも美味しい苦味だなと思いました。なんていうかどんどん飲みたくなる苦さでした。とても美味しかったです。私はどちらかというとコーヒーの酸味が苦手です。でもそのコーヒーは酸味を感じませんでした。だから美味しいと感じたのかもしれません。酸味は酸っぱい味のことです。酸味がある、酸味が強いなどのように使います。そのコーヒーは私が今まで飲んだコーヒーの中で一番美味しかったです。コーヒーショップで飲むコーヒーより美味しかったです。私はコーヒーを飲むと胃が重くなってしまいます。胃が重い。胃が重い。胃が重いは胃が苦しいという意味です。まるで誰かが私の胃を手で押しているような感じです。胃が重いはそんなニュアンスです。胃がもたれるという言葉がありますが、それも同じ意味です。私はコーヒーを飲むと胃が重くなってしまいます。私はコーヒーを飲むと胃がもたれます。でもそのコーヒーは違いました。全然大丈夫でした。むしろもっと飲みたいと思いました。なぜでしょうね。多分高級で新鮮なコーヒー豆だったからかもしれません。
いずれにしても私にとって忘れられないコーヒーでした。ちなみに先ほど私は全然大丈夫と言いました。この言葉は実は文法が間違っています。でもよく使う言葉です。ただ仕事では使わない方がいいです。全然大丈夫は全く問題がないという意味です。この話の中で全然大丈夫ってどんな意味かというと、私はコーヒーを飲みました。でも私の胃は重くなりませんでしたということです。コーヒーといえば、皆さんの国にはスターバックスはありますか？有名なコーヒーショップですね。日本だとスターバックスはスタバと呼ぶことが多いです。ちょっとスタバでコーヒー買ってくるねとか、そんな風に使います。日本ではスタバはとても人気があります。少し前に私の住んでいる市内にスタバができました。私の住んでいる市内に新しくスタバがオープンしました。そのスタバがオープンしてから1ヶ月くらい経ちました。この間、私がそのスタバの前を通ったんですけど、駐車場が満車でした。駐車場に車がたくさん止まっていました。もうどこにも車は止められません。ドライブスルーも行列ができていました。行列は長い列という意味です。ドライブスルーにたくさんの車が並んでいました。とっても混んでいました。それだけ人気があります。スタバは私が高校生の時は多分日本にはなかったと思います。でも今はスタバはあちこちにあります。だから高校生がスタバでコーヒーを飲みながら勉強しているのを見かけることがあります。私は高校生の時はスタバではなく図書館で勉強していました。それと高校生の時はコーヒーは飲まなかったです。コーヒーは大人の飲み物っていうイメージだったので、高校生の頃はコーヒーは飲まなかったです。今の高校生は違いますね。時代が違うなって感じます。ちなみにご存知の方もいるかもしれませんが、日本語ではコップやお皿に入った飲み物や食べ物の数え方があります。ルールがあります。数字に対、はい倍という言葉をつけます。同じ漢字ですが、数字によって読み方が変わります。一杯、一杯、一杯のコーヒー、二杯、二杯。今日の朝ご飯を2杯食べました。3杯、3杯。鍋にコップ3杯分の水を入れてください。4杯、4杯。
今ビール何杯目 ?4 杯目。5杯、5杯。6杯、6杯。1日にコーヒーをどれくらい飲むの？5、6杯かな。飲みすぎじゃない？そんな感じで使えます。7杯、7杯。8杯、8杯。9杯、9杯。10杯、10杯。ちょっとね、覚えるのが大変です。もしわからなくても大丈夫です。その時は、1つ、2つというふうに数えれば、通じます。ただ、この数え方を覚えておくと、より自然な日本語になります。ということで、今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださるととても励みになります。嬉しいです。では、今日も良い一日をお過ごしください。